どうも皆さんこんにちは。とある31歳初心者ドラマーです。昨年の企画では毎日1時間を1年間ドラム練習しまして、1年後にはだいぶ成長しました。ですがまだまだ下手くそだったので、2019年5月17日から2年目の毎日1時間企画に突入。2年目のテーマはドラム教則本を毎日1時間1年間やり続けたらどれくらい上手くなるのかで、ドラム練習パッドフレーズレシピという教則本を選びました。ここからはこの教則本を1年間やり続けた成長記録をご紹介していきますが、1年間の記録となるとかなりの長さになりますので、ダイジェスト版でお送りしていきます。そして今回の動画では1年間の様子をご紹介した後に、1年後の自分から練習初日の自分に伝えてあげたいことや次の企画についてお話ししていますので、お時間のある方は最後までお付き合いいただければ幸いです。それでは初日から様子をご紹介していきます。ここまでが前回までの動画でもご紹介してきた内容でした。そしてここからは1年間でどれくらい上手くなったのかを、この教則本に書いてあるフレーズだけを使って友人が作ってくれた専用の曲 Tell Your Phrase を叩いて成果発表します。この曲の中でも少しずつ成長していきますのでお楽しみください。それではどうぞ。
飛ばす空に届けはい、ここまでご視聴ありがとうございました。練習の成果いかがでしたでしょうか？拙いところ多かったんじゃないかなと思うんですけど、随分成長したんじゃないかと思います。で、ここからは締めくくりとして、練習初日の自分に伝えてあげたい3つのことと、次の企画について、ちょっと恥ずかしいんでマスクつけながらになるんですけど、お話しして終わろうと思います。で、その前になんですけど、この1年間支えてくださった皆様に、先に感謝を伝えさせていただきたいと思います。まずですね、いつもスタジオ練習で利用させていただいてた石川県小松市にある山屋楽器様ですね。山屋楽器様のおかげで活動が続けてこれた部分が大きくて、本当に感謝しております。今コロナの影響で通えない時期が続いちゃったんですけども、また通わせていただこうと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。で、次に最終回のこの曲を作ってくれた友人のひろやと歌ってくれたひろかちゃんですね。2人とも本当にありがとうございました。
ひろやは普段西金沢少女団っていうアイドルグループで音楽プロデューサーをしてるんですけども、バンドのレコーディングだったり作編曲だったり、マルチにこなせるクリエイターさんって感じなんですね。で、今回の曲を聴いた方で何か依頼したいなーって思った方は、概要欄にひろやの Twitter のリンクを貼ってありますので、そちらの方から DM を送ってみてください。音楽に関わることだったら大概のことはできるはずだと思います。で、データのやり取りであれば遠くに住まわれている方でも問題なくできるはずなので、なんか依頼したいことがあるんだけど誰に頼んだらいいんだろうっていう方はぜひ、連絡してみてください。ちなみになんですけど、今回の曲をお願いするときに、この教則本ドラム練習パッドフレーズレシピに書いてあるフレーズだけでかっこいい曲を作ってくれって依頼したんですけど、練習の成果を発表しなきゃいけないっていうことで、この本に書いてあるフレーズを大量に詰め込んでくれたんですね。で、それにかなり苦労したと言いますか、頑張ったそうです。で、よくよく聞いていただくとわかるんですけども、最後の曲にはかなり多くのフレーズを詰め込んでありまして、このフレーズレシピを持っている方はぜひ、該当ページをチェックしてみてください。また概要欄にドラムレスバージョンの曲もありますので、この曲の叩いてみた動画に挑戦したいよっていう方はダウンロードして使ってください。あとちょっと速くて叩けないよっていう方は、スピードを下げたバージョンもありますので、そちらもチェックしてみてください。で、歌ってくれたひろかちゃんの方は元西金沢少女団のメンバーの子なんですけど、今は歌ってみたとかニコニコ生放送の活動をしている子ですね。で、ニコ生の大会で優勝するなど今後期待の子って感じです。で、今回の曲のレコーディングの際にちらっとだけお会いしたんですけど、すごいいい子だなと感心しました。ひろかちゃん、心を込めて歌ってくれてありがとうございました。もしひろかちゃんが気になったよっていう方は概要欄にリンク貼ってありますので、他の歌も聴いてみてください。そして次に、今年1年を支えてくださった視聴者の皆様の中でも、特にこの方に支えられたなと思うのが、メキョゼクティさんですね。もうメキョさん本当にハートフルでユーモアある方でして、この方のおかげで本当に活動しやすかったです。いやー、本当に感謝してます。メキョさんありがとうございました。そして最後に、教則本1年企画を許可してくださったフレーズレシピ著者の森谷亮太先生と、そして出版社のアルファノート様、ご協力本当にありがとうございました。この教則本企画で得られたものは本当に多くて、まだ教則本やったことがないよっていう方に、どんな結果になるかを伝えられたのもすごい意味が大きいんじゃないかと思っております。で、多分これでフレーズレシピやるの終わりみたいな雰囲気になってると思うんですけども、実はこれからもフレーズレシピやろうと思ってまして、引き続きお世話になりたいです。よろしくお願いします。で、次に、1年企画を終えた今、練習初日の自分に伝えてあげたい3つのことをお話ししようと思います。まず1つ目、焦って進もうとしないことですね。途中まで、特に初期ですね、本当に焦って、次へ次へと進もうとしてて、それが大事だった瞬間っていうのもあるとは思うんですけども、やっぱり焦って練習したのって遠回りだったなと今は思います。焦ってひたすら練習するんじゃなくて、一個一個の動作を確認してとか、頭の中でイメージを描いてからやってみて、違うなってまたイメージを描き直してとか、もっと落ち着いて練習した方が絶対に上手くなりやすいなと今は感じてるんですね。特に初期って動きぐちゃぐちゃだったんですけど、なんかひたすら練習したら動き治ってくんじゃないかと思ってたんですね。で、確かに練習したら動き良くなってったんですけど、ただただ腕を動かしてた時間って結構多くて、もっとその動きを確認したり、上手い人の動きを見てみたり、で、動きをイメージしてからやったりとか、そういうことにもっと意識を集中した方が上手くなるはずだったなというところなんですね。なので、焦ってがむしゃらにやろうとしないっていうこと、一個一個着実に進むことを初日の自分に伝えてあげたいです。そして2つ目、ドラム動画をたくさん見ろです。特に最高だと思ったドラム動画は何回も何回も見ろと伝えたいですね。かっこいいドラム動画が YouTube には大量にあるわけなんですけども、この1年の前半戦ってあんまりそういうドラム動画をいっぱい見るってことはなかったんですね。なんですけど、よく見るようになってから、上手い人たちってこういう風に叩いたりするんだな、じゃあやってみようかなってちょっと真似したら、いきなりポンと良くなったりとかっていうことが結構あって、上手いドラム動画、かっこいいドラム動画を見るってすごく大切なんだなと実感しました。で、新しい動画をたくさん見ていくっていうのももちろん大切だったなと思うんですけども、なんか時折出会う本当に鳥肌が立つような超かっこいいドラム動画とかってあったんですよね。で、そういう最高なドラム動画を何回も何回も繰り返し見た方がより力になったなと感じるところがありまして、素晴らしいと思った動画はちゃんとお気に入りに保存して、もう見飽きるまで見ろと伝えたいです。そして最後の3つ目が、誰かの言葉や行動に右往左往しすぎるなということですね。
この1年間ドラム動画をアップしてきまして、中には100万回を超えて再生していただいた動画もあって、そうやってたくさんの方に見てもらえば、当然なんですけど厳しいコメントをいただくことも多くなったんですね。本当にいろんなコメントをいただいたんですけども、中でも強く印象に残ってるのは、才能がない、ドラムは結局才能だなってコメントとか、下手くそすぎ、死んだ方がいいってコメントですね。で、YouTube を始めるまでわからなかったんですけど、こういうコメント、想像以上にダメージがあります。なんか僕のこのチャレンジ、動画が誰かの役に立ったらいいなって思いが強いほどダメージを受ける感じですね。あとは頑張って作ったんだけど、あまり見てもらえなかったなとか、Twitter やってるんですけど、Twitter でもあんまり反応いただけなかったなとか、誰かの行動に心が右往左往してたんですね。でもなんか誰かがああしたこうしたああいったこういったなんて気にしてても、結局僕の状況って何も変わらなかったです。結局僕を成長させてくれたのって日々の積み重ねだけだったんですね。で、成長していくほどにいいコメントをいただいたり、いい反応をしてもらえることが多くなってったので、どんな反応をいただいたかはもちろんチェックして、反省したり感謝したりはするんですけども、本当に意識を向けてほしいのは日々の積み重ねだよと。今望ましい反応をいただけてない状況に意識を向けすぎないでねと伝えてあげたいです。ということでまとめますと、一つ目、焦って進まないこと。で、二つ目、ドラム動画をたくさん見て、中でも本当に最高だなと思ったドラム動画は何回も何回も繰り返し見ること。で、三つ目、誰かの言葉に右往左往しすぎず、毎日いい行動を積み重ねていくことに集中すること。この三つを練習初日の自分に伝えてあげたいです。こういう内容ってドラムだけじゃなくて他のことにも通じる部分ってあるのかなと思ってまして、ドラムはやってないけど参考になったよっていう方がいたら嬉しく思います。で、最後に次の企画の話なんですけども、次はドラム1万時間練習企画に移ろうと思います。かの有名な1万時間の法則の実験ですね。ここまで毎日1時間ドラム練習を続けてきたんですけど、ここからは1日2から4時間ぐらいのイメージでやっていこうと思ってまして、だいたい100時間区切りぐらいで動画にして出していこうかなと思っております。で、この動画を撮影してる時点でだいたい半月ぐらいもう新企画でやってるんですけども、一気に数倍の練習時間になったんで、やっぱりハードル相当上がったなと感じてますね。シンプルに大変です。でもできるだけ早く皆さんに1万時間達成した状態がどんな状態なのかをお見せしたいなと思うんで、焦らずにですけども頑張っていこうと思っております。でもこの1万時間の法則って結構注意点が多い法則でして、どういうところに注意して進めていこうと思ってるかはまた次の動画とかで話していこうと思います。で、1万時間を目指して毎日数時間割いていく中で、その分の犠牲というか代償みたいなものは当然あると思ってまして、毎日にどんな歪みが出るのか、どんな風に苦しむのか、そんな部分も動画にしてリアルを伝えていけたらなと思っています。で、結構長期戦にはなると思うんですけども頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。それではこの1年間嬉しいコメントをくださった方々のお名前をエンドロールにして動画を終わりたいと思います。いやー、この一言言うまで今年も長かったです。じゃあ終わります。1年間本当にありがとうございました。積み重ねてきた形のない音は今思いつなげて手を伸ばす空に届け僕の小さな一歩でもたどり着けると空になんで歩き出したこの道に続く世界を見せたくて過ぎてく日々だってくじけそうな心にもそれでも進むこの背中を押す言葉を今紡いで君に伝えたいありったけの気持ちをこの胸に
しみ